その当時関八州と言われた関東一円の土地は大名所有の領地が極めて少なく、徳川幕府直轄の天領と旗本所有の知行所が複雑に入り組み、ために頻発する各種事件の解決は困難を極めた。幕府はこれらの解決のため関八州取締出役を組織し、その総元締めに勘定奉行を任命した。勘定奉行には幕府の財政を担当する勝手方と天領及び旗本知行所の司法行政を担当する久慈方との2種類に分かれ、久慈方は道中奉行も兼務していた。この物語はそうした関八州取締出役とその総元締めである久慈方勘定奉行の活躍を描くものである。当分上がりそうにないな。これでは日の暮れまでに天満長老屋敷へ着くのはとても無理だ。今夜はここへ泊まり明朝早立ちとしよう。はっ。まだ遠くへは行っていない。おい。おい、若い男が逃げてこなかったか。知らんな。何かあったのか。泊まるやぶいだ。おい。泊まるやぶり。穏やかじゃねえな。何、昼寝？昼寝だからお会いできませんと？はい。何ですか。このところ毎晩帰宅が遅うございまして、その疲れが出たのでしょうか。いや、しかしですな、拙者は町奉行大草阿波の神様の身代として参ったのですと。本来ならばご城中にて面談いたすべき要件ながら、跡部様のご途上がないためやむを得ず足を運んで参ったのです。ことは火急を要します。今一度お取り次ぎを。火急のご用件とは、昨夜内藤新宿にて東丸籠を破りました脱走犯のことでございましょう。どうしてそれを？犯人は武州上鳴木生まれ無宿者宇之助。ご府外へ逃亡の兆しありゆえ、八州見回り方においても厳重なる探索をお願いしたい。こうでございましょう。あ、いや、全くその通りで。主人は御用の趣一切承知とこう申しておりました。さようで。では何分ともによろしく。しばらくお待ちを。主人はこうも申しておりました。昨夜の豪雨、たまたま逃亡を引き起こす原因になったやもしれぬが、内藤新宿にて一夜を明かしたるは大変賢明なる処置。ご総支配に当たられたる方の処分、何とぞ穏便なご配慮あるようにと。はい、よくわかりましてございます。
たか。参りました。帰ったか。帰られました。気の毒に。本当にお気の毒でした。初めの意気込みはどこへやら、しまいにはペコペコと。これでいいのだ。内藤新宿といえば町方と八州見回り役との権限のはっきりせぬ土地だ。もし城中で話し合いともなればいらぬ巧妙、手柄争いのもとともなる。お前が中に立って話をしてくれれば全ては穏やかに事は運ぶ。国いい女房だとおっしゃりたいのでございましょう。こいつさて席は済んだ。家宝は寝て待てとするか。昼間っからお酒と女。お客さん、いいご身分ですね。まあね。どうも。でも今日でもう4日もご滞在。こんな田舎のどこがそんなに面白いのかしらね。実はね、路用の金がすってんてんでな。江戸からの援軍待ちなんだよ。ほら来た。旦那、やってますね。たっつぁん一人か。林さんはどうした？一足先に乗り込みなすったようです。ごめん。この村の道案内御用を務める又蔵という者は。わしが又蔵ですが、あなた様は関八州取締出役早瀬門徒だ。八州様で。これはご苦労様でございます。村名主のところへ案内してくれ。さあどうぞ。うのすけが遠回り破りを。しかも当地へ立ち戻る気配濃厚と見えた。あの男が帰ってくるとまた名主様に危害を加える恐れが。安心しろ。その方に指一本触れさせん。あ、はい。調べによると宇之助はその方を傷つけた咎で江戸送りになったと聞いたが、何の遺恨だ？遺恨などとはとんでもございません。これは逆恨みというやつでございますよ。もともとあの男は乱暴者でしてな、放蕩無頼の限りを尽くし、とうとう親父からも5年前に勘当され、村年より談合の上で任別からも外しましたような男でございましてな。それでそのまま村を飛び出して行方不明になっておりましたのが、何を思ったのかこの秋、そう5年ぶりに村へ舞い戻ってまいりました。ちょうど宇之助の父親右兵の弔いの終わった日のことでございましたな。父親は死んだのか？はい。それも尋常な死に様ではございませんので。変死したというのか？鎮守の森の松の木で首をくくって果てました。自害の理由は？博打に手を出して大枚の借金を背負っていたようでしたな。何とかしてくれと泣きついてきましたので、わずかばかりの山林を抵当に100両ほど融通してやったんでございますが、どうやらそれも返せる当てがなくなったと見えましてな。なるほど。村へ帰った宇之助はそのことに難癖をつけましてな、父親を殺したのは名主のこの私だ、たった一つの財産だった山を奪ったのはこの私だと逆恨みをいたしまして、ご覧くださいまし。これが宇野のやつに切られた傷でございます。事情は分かった。いずれにせよ遠丸破りは獄門貼り付けの重罪。
現れ次第召しとる。どうぞお願い申し上げます。旦那、来ますかね、宇之助は。あいつなら必ず来るな。そうですかね。あっしがもしお尋ね者だったら山踏んだ土地なんか絶対戻らしまへんけどね。ところがな、今度の場合は死罪と決まったものならともかく、重くて遠投、軽くて追放ぐらいのお咎めで済むというのに、なぜ獄門貼り付けを覚悟の上で東丸を破ったのか。何かよほどの目的があったとしか考えられないよ。なるほどね。まあ林さんが乗り込んだとしたら、俺はここでこうしてのんびり酒でも飲んでるのがお役目ってもんだよ。そんなもんですかね。そんなもんだ。それにな、ここにはおいっちゃんと言ってな、そりゃいい女がいるんだよ。スケベ。旦那の隙間も本格的ですね。それもお役目だなんて言うんじゃねえんでしょうね。図星だ。おい、おいっちゃん、酒がないよ。はい、ただいま。おい、タツ、来るぞ来るぞ。よう。お待たせしました。どうだいタツ、大したべっぴんだろう。なるほどね。これじゃ旦那の腹の下の下がんのも無理ありまへんね。あ、待ちなさいおいっちゃん。ママ、おいっちゃんの在所はこの青梅かい？はい。あ、それじゃあ上鳴木村ってのを知っているな。私そこの生まれですが。そりゃあちょうどいい。じゃあ宇之助って男を知ってるかい？知ってるんだな。ええ。でもあの人あまり村に着かなかったからよくは。宇之助さんが何か？いや、ない。前にな、江戸で会ったことがあるからさ。いつ頃ですか？そうだな、1年も前だったかな。じゃあもう真面目になって深川で板前の修行してる頃ですね。うん、確かそんなことを言っていたな。いやしかしいい男なのにな。なんで人を傷つけるようなことをしちまったのかな。あの人そんな人じゃありません。だってお前。違います。宇野さんは何もしちゃいません。無実です。誰もあの人の言うこと信じなかったけど、私だけは信じてます。宇野さんは無実です。おいっちゃん。旦那、これは一体どういうことなんですよ。宇之助は無実。こいつは裏がありそうだな。達、お前すぐに江戸へ駆け戻れ。皆の衆、そういうわけだから、今日から当分の間は交代で村の辻や入り口を見張って、宇之助が来たらすぐに知らせてもらいたい。宇之助を捕まえた者には銀2枚、わしから報奨金を出そう。これは八州様もご存知のお上の御用じゃ。しっかり頼みましたぞ。待て源右衛門。私はそのようなことを命じた覚えないぞ。はい。ですが私としても命は惜しゅうございますし、それに八州様にはできる限りお力添えするのが名主の務めでございます。それにしても少々大げさだ。村人たちも忙しかろう。手配りを解いてやってはどうだ。とんでもございません。宇野の恐ろしさをご存じないからそのようにのんきなことがおっしゃれるんでございます。皆の衆、さあ言っておくれ。しっかり頼みましたぞ。源右衛門。村を歩いてみたい。案内してくれ。その方の前世ぶりを見るのも八州回りの務めだ。それでしたらわしが。いや、源右衛門に頼みたい。おいっちゃん、お前宇之助のことが好きなんじゃないのかい？じゃあなんだってああまで宇之助のことをかばうんだい。かわいそうにな。お前何も知らないらしいな。まあ
知らない方がいいかもしれないな、こんなことは。宇野さんがどうかしたんですか？あの野郎とんでもないことをしちまったんだ。今度こそ悪くすると獄門貼り付けだな。嘘です、そんなこと。いや、嘘じゃないよ。宇野はな、江戸送りの途中内藤新宿で東丸を破って脱走したんだ。やっぱり。やっぱり。おい、そしたらどういう意味だ？お前、宇之助が東丸破りを働いたわけを知っているな？言ってくれ。なんだ？何をしようとして宇之助が東丸を破ったんだ？お市。およしよ、お客さん。大層一茶にご就寝のようだけど、この子は身持ちも固いし、第一お父っつぁんがお上の御用を預かってるんだ。下手な手出しをすると怪我をするよ。御用を預かってんのかい？本当かいそりゃ？ええ。やめて、お父っつぁんのことは言わないで。お父っつぁんはお父っつぁん、私は関係ないわ。おいっちゃん、おい。ご苦労ご苦労ご苦労さんです。これが八王子石灰か。漆喰の材料として重宝していると聞くが。はい。慶長の昔、江戸城拡張工事のための御用石灰を仰せつかって以来、当地の財源となっております。石灰のおかげで村は裕福、名主のその方も安泰というわけか。結構なことだ。いや、これはどうも恐れ入ります。島屋に泊まっている中澤陽介とかいう正体不明の侍出かけましたぞ。何？やはり八州回りの手の者ですかな。うん。一応代官の耳に入れておいた方が良いかもしれんな。ここに置くぞ。大事いねえのか？どこにもおらんぞ。ああ、宇野のやつ。一体どこまで村に迷惑かけたら気が済むんだ。お上御用の石灰運びの不益がやっと一段落したと思ったらまたこの騒ぎ。ぼちぼち麦踏みをせねばならんのに。ちきしょう、広告使われたらたまらんわい。吾作、めったなこと言うでね。名主様の耳に入ってみろ。後のたたりが恐ろしいぞ。だども隣の村に比べてこの村はお上の不益が多すぎる。なやいち、本当に俺たちはお上のために働いとるんかの？名主様はそうおっしゃるだ。間違いなかっぺのう。みんなもう一回りするべ。よその村より不益が多い。なんかありそうだな。なんだ、お市じゃねえか。どうしたんだ、明かりもつけねえで。お父っつぁん、私に何を隠してるの？何のことだ。やぶから棒に。宇野さんのことよ。宇野？お父っつぁん、教えて。宇野さんは本当に名主様に乱暴を働いたの？そうだ。だからおめ一人になったんじゃねえか。嘘。あの人そんな人じゃないわ。5年前村を追い出された時は確かにならず者だったわ。
でもこの秋帰った時にはすっかり生まれ変わっていたのよ。そんな宇野さんが名主様を傷つけるなんて信じられない。よさないわ。お父っつぁん、私聞いたのよ。お父っつぁんが宇野さんに縄をかけた時、あの人が何て言ったか。今でもこの耳の底にはっきりと宇野さんの声が残ってるわ。おい、待ってくれ。俺が一体何をしたっていうか。お父っつぁんが首をくくった訳を名主様に聞きに行っただけなのに、なぜ捕まらなきゃなんねえんだ。俺は何もしちゃいねえんだ。俺は何もしちゃいねえんだったら、俺は何もしちゃいねえんだよ。お父っつぁん、宇野さんは本当は無実なんでしょう。何にもしていないんでしょう。だからこそ遠丸破りを働いてまで自分の無実を晴らそうとしたんじゃないの。お父っつぁん、言ってちょうだい。このままじゃ宇野さんがかわいそすぎるわ。私お父っつぁんより宇野さんを信じるわ。おいち。名主様やお父っつぁんが村の人まで借り出して宇野さんを村へ入れないようにしてるのは何のためなの。あの人が帰ってきたら都合の悪いことがあるからなんでしょ。それが怖いからなんでしょ。こりゃ八州様のご命令だよ。さあ、もうこんなバカな話はやめにして。ごまかさないで。私にはバカな話なんかじゃないわ。おいち。宇野さんが帰ったら私一生懸命かばうわ。無実を晴らす手伝いをするわ。お父っつぁんはお父っつぁん、私は私よ。おめえ、まさか宇野と。おいっちゃん。お客さん。おいっちゃんの家はここだったのか。いや山歩きを楽しんでいるうちにすっかり道に迷ってしまってな。旅籠まで案内してくれ。何？正体不明の侍がお前の小屋を伺っていたと？どうやらわしの娘が働いている旅籠に泊まっている客らしいんですが。島屋に？お代官、中澤陽介に違いありませんぞ。何者ですその男。ひょっとすると八州回りかもしれん。しかし八州様ならもう私の村にも。一人は正式に乗り込ませ、もう一人は隠密裏に送り込む。久慈方勘定奉行跡部能登という男。なかなかの聞け者と聞く。そのくらいのことはやりかねん。では例の件が発覚したとでもおっしゃるんですか？かもしれん。たかが遠丸破りのならず者を追うにしては構えが大きい。お代官様、どういたしましょう。このままではあなた様も私も。慌てるな。公儀御用の名目でただ同然の助郷人足を使っての石灰石採掘まだまだ儲かる。そうたやすくやめるわけにはいかん。では八州回りに消えてもらうまでだ。お、林さん、遅かったじゃありませんか。どうですか？相変わらずのんきなやつだ。表に妙なのが一匹うろついてるぞ。ああ、あれですか。あれは陣屋の手のものですよ。代官の配下。どうやら正体がバレてしまったらしいですな。八州回りと知ってお前に見張りをつけたか。ここの代官も叩けば誇りが出そうだな。かなりの人数だ。抜かるな。
肌身迷惑だ。無で出ろ。こいつは陣屋の。名主の源右衛門だ。そうですな。陽介、これは代官と名主はグルかもしれんぞ。お染、お奉行に知らせろ。はい。のなら確かにうちにいましたよ。本当かね。あれあれ、これで5日間足を棒にして探し歩いた帰ってもんがあったもんだ。で、どんなやつだったね、宇之助っていうのは。まあ昔はいろいろあったらしいが、なかなかいい男でしたよ。この秋に郷里の多めで小料理屋でも出そうかってんで一旦は帰っていったんですがね、野郎人別のね虫くもんでしょう。お上のお許しが下りないんで店が出せねえったんでまた帰ってきたんですよ。そうかい。がっかりしてただろうな。かわいそうなぐらいがっかりしてましたよ。ところがこの一月ほど前に親父さんの力添えでなんとか人別が戻りそうだってんでそりゃ喜んでね飛ぶようにして帰っていきましたよ。そういや野郎と入れ違いにその親父さんから手紙が来ていたな。手紙？宇之助にかい？あの手紙持ってきな。はい。いやどうせその親父さんのところへ帰るんだから送り返すことはねえんだろうって売っちゃっといたんですがね。これですが。すまねえからちょっとだけ借りてくれ。いやまあまあいいから。あなたお殿様、どうせ足がめっけてきた手紙あんまりお役には立たなかったんでしょうね。立つお手柄だ。筋お役に立ったんで。おかげで筋が読めてきた。こいつは驚きだ。足でも役に立つ時があるんでございますね。で、どう役に立ったんで？宇之助のことはあらまし分かったぞ。名主の源右衛門は良質な石灰が出る宇之助の父親の持山が欲しかったんだろう。しかしこれが宇之助に知れるとまずいと思って一細工したらしい。これが宇之助への父親からの詫び状だ。ごめんなさいまし。姉もどんな様子だった青梅は。はい、やはり宇之助につきましては無実の罪で江戸送りになったとの見方が強いようです。その鍵を握りますのが源右衛門と又蔵。やっぱりそうだったのか。いるか。お奉行様。さぞ無念であろう。遠回り破りをしてまでも真相を確かめようとしたお前の気持ちよくわかる。ではあっしの言うことを信じていただけましたんで。お前の無念は俺がきっと晴らしてやる。無茶な考えは起こすなよ。誰です？今のは宇之助だ。一体どういうわけでございますか？遠回りやぶのあった夜俺が偶然見つけて捕まえたんだ。だんだん様子を聞いてみるとどうもこの裏には何かあると睨んだんで屋敷へ止めておいたんだ。そんな日で、そんならそうとなぜ一言言っちゃくらなかったのなんですよ。早瀬の旦那だって中澤の旦那だってお染屋のだってみんな宇野探しで夫婦したんですよ。無心で取り組む方が
物の刻白がよくわかる。かないませんね、お殿様には。許せ許せ。ところでお殿様、宇之助の一件を探るうちに聞き込んだことですが、この1年ご公儀御用の莫大な量の御用石灰が青梅より運び出されております。お作事奉行様から青梅の代官宛てにそのようなお指図がありましたんでしょうか。そのようなことは聞いておらんぞ。やはり実は先日陣屋の手勢と思われる刺客に襲われました。なんだ、刺客？はい、八州取締役と知って襲ったと思われます。石灰石と絡ませて考えますと、なんだか妙なことに。公儀御用と偽っているんだな。はい、そのように思われます。殿様、どうやらご出馬の時が見えたようでございますね。あなた、宇之助さんの姿が見当たりません。いけねえ。誤ったことをしなきゃいいがな。何事だ。今です。宇之助の姿が見えたという合図でございます。飯島様、心配いたすな。赤沼、来ますせい。とどめをさせい。お一望でねえのか。うなさんは？陣屋のお侍に鉄砲で撃たれただよ。だども死骸はまだ見つからんもんで、名主様のご命令でオラたちが手分けして探してるだ。もしかしたら撃ち損じてどこかに隠れてるかしれねえだ。なあ小盛ん、早いとこ探さねえとまた。早く吸って。ほら、どうだ、どうだ。宇野さん、宇野さんいるんでしょう。やっぱりここだったのね。きっとここにいると思ってたわ。ひどい怪我、早く手当てしなきゃ。来るな。宇野さん。来ちゃいけねえ。私は何も。分かってる。おめえがオイラを捕まえに来たんじゃねえことは分かってる。だがオイラおめえの世話になるわけにはいかねえんだ。どうしてなのよ。あんたと私は夫婦の約束をした仲じゃないの。その約束もご破算だ。俺は何もかも分かった。俺の親父はどんなに俺のことを心配していてくれたか、俺の人別を戻すためにどんなに苦労したか。その親父を騙したのがどこのどいつか、俺をこんな目に遭わしたのがどこのどいつか。俺はみんな分かったんだ。俺は名主が憎い。親父を騙し俺を無実の罪に陥れた名主が憎い。そしてそのお先を担いだのはおめえ、親父。宇野さん。俺はおめえの親父が憎い。帰れ。二度と俺の前に来ねえでくれ。
うのさん、かいお父っつぁんを憎むあんたの気持ち、私にもよくわかるわ。私だって同じ気持ちよ。この人こそ一生に一人の人と決めたあんたをこんなひどい目に遭わせたんだもの。私だってお父っつぁんが憎いわ。だから家を出て青梅の旅籠の女中になったのよ。うのさん、お願い、私を捨てないで、捨てないで。お市、よせ。お父っつぁん、女野郎に頭なんか下げるんじゃねえ。うの、今度こそ逃さねえぞ。来ないでお父っつぁん。お市、おめえ。うのさんを捕らえるんなら私も一緒に捕まえて。お市、私はお父っつぁんのような人否人の娘じゃない。私はうのさんの女房です。どこまでもこの人と一緒に行きます。さあ早く捕まえてちょうだい。獄門でも貼り付けでも何にでもしてください。お市、どうしたまだぞ。望み通り獄門を貼り付けにしてやろうではないか。取れよ。入らねえでください。お父っつぁん。またぞ。貴様、御用を預かる身でお尋ね者をかばい出しする気か。うせえ。ほら、たった今目が覚めたんだ。御用を傘に威張り切っていた我が身は情けにうの、お市を連れて裏から逃げるんだ。とっつぁん、長くは待たねえ。急げ。裏切り者、切れ。逃げろ。くそ、八周回りめ。お父っつぁん、とっつぁん、お父っつぁん、とっつぁん。お市、うの、勘弁してくれ。俺は怖かったんだ。ずっと預かる身とはいえ、所詮村の雇われも名主様は怖かったんだ。だから名主様の言うなりになってご法を犯す方も担いでしまったんだ。又蔵さん、八周様、うののとっつぁんは首吊りなんかじゃありません。殺されたんです。芸右衛門に。山を手放した金を積んでもうのの人別が戻らねえと知ったとたん、名主のところへ乗り込んだんです。それじゃ初めからオラの山を騙し取るつもりで宇之助の人別を戻すには金がいると。感動者の人別はの親と名主が認めれば一文もなくてもすぐに戻るのじゃ。それもこれもじゃ、お前が山を手放さなかったのが悪い。名主様ともあろう方がなんて汚ねえことを。それじゃあ宇之助がかわいそうすぎる。何をするか。こいつ話やめてください。貴様大丈夫か。名主様、おやめください。話せ。しろ。貴様逆らうんじゃ。名主様もこいつ。おやめください。
名主様、名主様。やったか。これで良い石灰石の出る山はこっちのものになったわけだな。源右衛門、じじいは100両の借金で首が回らなくなり、首でもくくったことにするんだな。飯塚様。まずいな。宇之助は明日江戸から帰る。毎日このことを悟られたら元も子もなくなる。何をなさいます。親父が死んで逆病した宇之助はここへ暴れ込み源右衛門を傷つけた。またぞ頃合いを見計らって宇之助をひっ捕らえ陣屋へ突き出せ。これで全て丸く収まる。しかしお代官様。またぞ。今まで通り道案内御用が続けたければお代官様の仰せに従うのじゃ。おいだ。許してくれ。又蔵さん。お市のこと頼んだぞ。お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん。はいさ。八周回り殿、お役目ご苦労でござるな。おめ代官飯塚助十郎、公儀の名を語る石灰石採掘のからくり、右兵殺しのいきさつ、すべて又蔵の口から明らかになった。神妙にしろ。そうは参らぬ。そこも先に消えてもらえばすべては闇から闇。死んでいただこうか。よせ。奴は鉄砲を持ってる。心配するな。小屋に火をかけ。おいよ。何やつだ。土方勘定奉行乙部の殿神、公儀の名を語り奇妙な百姓たちを働かせ貧富を壊す不届き者を神妙に化けにつけ。牛の情けだ。腹を切れ。
遠丸破りは重罪なれど、もともとその方は無一潔白の身。いずれ穏便のお沙汰があるであろう。身を慎みて待っておれよ。ありがとうございます。達者でな。宇野さん、おいっちゃんを不幸にしたらただおかないぞ。いいな。はい。その当時関八州と言われた関東一円の土地は大名所有の領地が極めて少なく、徳川幕府直轄の天領と旗本所有の知行所が複雑に入り組み、ために頻発する各種事件の解決は困難を極めた。幕府はこれらの解決のため関八州取締出役を組織し、その総元締めに勘定奉行を任命した。勘定奉行には幕府の財政を担当する勝手方と天領及び旗本知行所の司法行政を担当する久慈方との2種類に分かれ、久慈方は道中奉行も兼務していた。この物語はそうした関八州取締出役とその総元締めである久慈方勘定奉行の活躍を描くものである。いらっしゃいませ。いらっしゃいまし。あ、こんにちは。お姉ちゃん。何かご用？お姉ちゃん、加賀屋のお嬢さんでしょ？ええ。お姉ちゃんにこれ渡してくれって。誰かしら？お侍さんだったよ。お侍さん？じゃあ。千住宿外れの茶店にて待つ新之助。かご屋さん、千住までお願いします。千住ですね。さあどうぞ。
おしず様でございますね。お待ちになったでしょう。じゃあ新之助様が。ええ、お間違いでございます。そう、どうぞどうぞ。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。しずさん見えてるか。いえ、まだでございます。そうか。まもなくお見えでございましょう。さあ、新之助様。約束の刻限を半時も過ぎているというのに何をしているのかな、しずさんは。ご苦労。お嬢さん、着きましたよ。あなた様は。遠路お疲れでござったろう。さあさあ中へ。何者じゃな。面倒なことになったな。おい、どうしたんだい。どうさんもんか、おい。かわいそうにな。まだ若えのに。すっぱだかの上に皮めった切りだ。これじゃどこの女だか分かりゃしねえよ。まったくだ。旦那、旦那、近くにこいつが落ちたんですが、仏の持ち物じゃありませんかね。葵の御紋だ。なるほどな。葵の御紋ですって。偉い証拠。実はその志津殿が過日上様のお目に留まってな。この度の宿下がりから戻れば上様のご寵愛を受ける手はずになっておったのじゃ。で宿下がりの折特に上様のおぼし飯でお中臈の手から御紋入りの蒔絵の櫛が志津殿に使わされた。その櫛がこれじゃ。しかるにこれが砦宿の死体の傍らにあったとすればおそらくその死人は一腰元といえど上様のお目に留まった女だ。それと知って殺害に及んだとなると大奥の中の誰か志津殿に妬みを持った者の仕業ということも考えられる。これは由々しき事態になる恐れがあるぞ。とにかく一刻も早く下手人を捕らえ真相を究明せねばならん。
はあ、必ず我らの手にて。何、加賀屋の娘が？と申しますのは、加賀屋に出入りしている行商人の男が千住の茶店でおしずさんが迎えに来た駕籠に乗せられたところを見たって言うんでございます。千住？加賀はいずれの方角へ向かったのだ？水戸街道をまっすぐ。水戸街道を下ったとなると当然取っ手を通る。まさかとは思うが。まさかと申しますと？取っ手の近くの池の中から今朝ほど女の死体が一つ上がったんだ。死体の身元は分からんが近くに櫛が落ちていた。その櫛には葵の拷問がついていたんで早速俺のもとへ届けられたんだ。ことによると殺されたのは加賀屋の娘かもしれんぞ。お奉行、任しておいてください。取っ手までは10里そこそこ。これからひとっ走り。待て、取っ手にはモンドとお染を向けてある。お前たちには別に調べてもらいたいことがある。何でございましょう？まず籠だ。籠？籠屋さえ分からないおしずさんの行った先は割れる。江戸中探しはどこの籠屋だか分かる。そうだ。そうでございましょう、殿様。おい、ところでな、江戸中で籠屋というものはどのぐらいあるもんだ？そうだな、大江戸800八丁、一丁内に一丁あったとしたって808丁だ。800？まあそんなんじゃねえと思うけどよ。じゃただいま帰りました。おう、どうだった？ああ、残念ながら。いや、江戸は広いですな。今日はつくづくそれを感じました。いましたお殿様、おしずさんの乗せた籠を見つかりました。何？見つかったのは見つかったんですけども、それがおしずさんを乗せたのは江戸橋あたり。一路北へ向かって着いたのは千住宿の茶店。おしずさんをそこで降ろしますとまたからっかを担いで江戸の市中へ逆戻りでさ。それは問題の籠とはまるっきり関係がないぞ。あっしもねそうは思うんですけどね。そりゃ街道筋から来た籠かもしれんぞ。なるほど。いや、しかしお奉行、おしずさんを見かけた行商の男の話によりますと、その籠は江戸の方から来たということですか？そりゃな、下手人が足取りをくらますためにわざと街道筋の籠を江戸へ呼び寄せ、さも江戸から出発したように見せかけようとしたらどうなる？わかりました、お殿様。これから水戸街道へすっ飛んで宿場宿場の籠屋片っ端から。その前にまず千住の茶店からですな。うん。いかがなされました？一人撃ったり撃たれたり、相手のない勝負は味気ないもんだな。心はとうに千住から先に飛んでおいでになりますね。おお、わかるか？何年おそばにいると思います？はて何年になるかな。お出かけなされませ。今度は長くなるかもしれんぞ。次の間にお支度が整っております。手回しがいいな。維新伝心、さすがは古女房殿だ。古だけ余計でございます。違いない。どうも、またどうぞ。
親父。いらっしゃいませ。誰かカゴのことについて聞きに来たものはないか。カゴ？いいえ。じゃあカゴはこの水戸街道をまっすぐ行ったのではないのか。はい。この先で道は二股に分かれます。見ていたところ、顔は本堂を行かずに左の方の細い道を曲がっていきました。でその道はどこへ行くんですか？いやだいぶ先に行ったところで、また本堂に戻ります。なぜ脇道にそれたのかな。いや、形がない。どういたしまして。どうぞ。ご苦労だった。どうも。おい見ろ、奴ら何も知らんでメイド勇んで生きおるわ。とっつぁん。はい。どうも少し寝過ごしちまったらしい。昼間の酒を我がによく聞くな。お、勘定してもらおうか。どうもありがとうございます。はい。左へ行くと剣の待ち伏せか。危ねえ危ねえ。ところで旦那方、昨日の籠だがどうやら旦那方はご存知のようですね。踊れ！おじいさんを乗せた籠はどこ行った？言わねえとこの腕をへし折る。強情なやつだな。言うから話してくれ。どこだ？取ってない。取ってるどこだ？言わねえな。取ってないの。しょう。とっつぁん。はい。悪かったな。はい。あと頼むで。はい。わかりました。おーい、待ちね。お奉行。のんきなやつらだ。そっち行ったら地獄行きだぞ。お前たちの命を狙う連中がこの先で待ってるんだ。本当ですか、殿様？嘘だと思ったら言ってみねえ。しかしお奉行、それは一体何者ですか？わからんよ、まだ俺にも。だけど殿様もお人が悪いや。危ねえところ助けてもらって文句を言うやつがあるか？いやそうじゃねえんで、どうせおみこしをあげ遊ばせんでしたらあしらと一緒に来りゃよかったんすよ。こんなこともあろうかと思ってカゴで一っ走り先へ来て待っていたんだ。なんでもいいけどお殿様、もうちょっとゆっくり歩いちゃいただけないでしょうか。明日ずっと歩き詰めなんですよ。夏、お前鈍いやつだな。今度の旅はないつもの旅とは違うんだよ。なんでです？お奉行にはお楽しみが一つある。取っ手の手前、利根川を控えた我孫子一帯は旗本井関孫兵衛様の知行地だ。井関様はお奉行とはこの方のお友達。現在知行地の我孫子に帰っておられるご様子だぞ。なるほどね。我孫子といや取っ手とは目と鼻の先。井関様のお屋敷をねぐらにすりゃ暇な折にはざる子ができる。どうりでお殿様、足が刈り上げだ。ざる子のために十里の道をわざわざ行くやつがどこにある？そんなことよりカゴは取っていったらしい。次は街道筋のカゴ屋だ。知りませんね。すまん。お奉行、この志向のカゴ屋ではなさそうです。やっぱりわかりません。おい、行こう。
さあどうぞ。ひどいやつですな。殺してから顔をめった切りに。ご覧なさい。胸をただの一突きだ。死因はそれです。相当な使い手ですな。で、何か手がかりは？それが面目ないが、今だもって皆目。そこまで気が回らなかったな。ふとそんな気が。さすが女だ。念には念を入れろということもあるからな。ハッシュ見回りが。いやいや来たか。おそらく跡部もいずれは乗り出してきますな。跡部に利根川を渡らせてはならん。その前に。どうでした？いや、町に良安という医者おりますがな。いや、これが会いに行くとお産に立ち会っておりましてな。いやいや、手の空き次第に参ると申しておりましたが、いや、あんまり遅くなってはと思いましてな。来るのか来ないのか。いやいや、もう一人頼みに行っております。町から半里ほど入った青木村の玄斎先生でな。先生にと。死体を見ろと。どういうことかな。さあ、あっしにはよくわからねえんですがね。とにかく先生に急いで代官所まで来ていただくようにと。こちらで。ご苦労様です。さて、死体の何を見ろと言われるのかな。検視は一応我々の手で。ただ、医師でないとわからぬこと。ご苦労様でした。勘が外れたな。医者の目が確かとは言えませんよ。医者にもやぶってのがいるんだから。いやー、遅くなってすまんすまん。先生、一晩中なったあげく、今朝方もんだのがなんと双子でな、すっかり手間取ってしまって。良安先生。実はゆうべ玄斎先生がお見えになりまして、もう、はい。玄斎殿が。ああ、そう。なるほど。それではもう見る必要もあるまい。ではごめん。良安先生、せっかく来ていただいたのですから先生にも見ていただきましょうか。あ、そう。どうぞ。先生、いかがでした？この方のお見立て通りじゃな。あの女は身ごもっておる。しかし妙な話じゃな。玄斎殿ほどの名医なら一目でわかるはずじゃが。ではごめん。あの医師の言うことが本当なら、玄斎は身ごもっているのを知っていながら隠したことになるな。気になるわね、あの玄斎って医者。いえ、あと10丁ほどいったところでございます。珍しいぜ、いい塩梅だ。あ、誰か来るぜ。
様、このようなものが。口を封じられたが、やはりこの男娘殺しに一役買っていたと見えるな。娘はここへ来たかもしれないわね。明晩にのこく地蔵前まで100両持ってこい。もし持ってこないときは娘殺しのことを代官所に知らせる。誰でしょうね。お染、お奉行のもとへ走ってくれ。いいですとも。こんなひどいことするやつは一日も早くお殿様の手で。すまん。いいえ。旦那。お、わかりましたよ。何？いや、おしずさんの寝たのはこの町の鴨屋で権次と松戸ってやるらしいんでございますけど、仲間たちの話によりますとやっぱりお殿様の言った通り単官を江戸へ呼んでからそれから千住あたりで若い娘を乗っけたそうでございますけどね。それだな。二人はどこだ？阿鼻子神社裏のひょっとこ長屋に住んでるそうでございますけどね。よし、分かった。達はお奉行にこのことを。合点でさ。お姉さん。達中澤の旦那も一体どうしたんです？お染、ことは気を要するのだ。話はみちみち達から聞いてくれ。達、頼む。これでこの苦労は死んだな。何言ってやんで。そっちの石は死んでもな、こっちの石はちゃんと生きてるよ。おお、なるほど。ヘボめ、監視ばかりしてやる。何がヘボだ。これでやっと形勢互角になったではないか。どうだ、一休みして一婚やらんか。今夜はダメだ。いつ失敗出されるかわからんからな。お主の務めも旗で見るほど楽ではなさそうだな。ああ、楽になりたいよ。俺が楽だということはな、この関八州が平穏無事だということだからな。失礼します。お殿様。おう、お染か。おう、小満、申してみよあの死体は身ごもっておりました。何？それよりお目当ての鴨屋が分かりました。本当か？ここは我孫子の鴨屋で今中澤の旦那が駆けつけました。よし、行こう。跡部、手を貸そう。屋敷の者を連れて行け。いや、大丈夫だ。それよりその晩はそのままにしとけよ。いずれ決着をつけるからな。分かっておるわ。お召しかよ。いや、このままでいいよ。いずれが勝つか。このうちです。お奉行、出し抜かれました。これで加賀屋の娘殺しの一証人が3人消された。え、3人？お染の話によると、この娘殺しに関わり合いのありそうな医者が1人、すでに口を封じられたらしい。お殿様、死んだ医者がこれを。お染立つ。お前も一緒にこれからすぐ江戸へ飛んでくれ。おしずの相手の男は誰か何としてでも掴んでこい。はい。
汚いやぶ医者。持ってきたんだろうな、出しない。何してんだい。早く出さねえかい。わしはあんたたちに100両なんて大金を渡す言われがないはずや。なんだどこの野郎。とぼけやがって。俺たちは何もかも見ちまったんだぜ。あの晩のことをとばげりにこいつがよ、つまずいた拍子に足の親指の爪剥がしてみやがってよ。しょうがねえからおめえのとこ行ったんだよ。ところが真っ暗でよ、表の戸はピタッと閉まってるじゃねえか。緩みてだぜ。やはり身ごもっていられます。かわいそうだな、やむを得んな。ひでえのはそれからだい。侍と二人で女を真っ裸にするってと、今度は顔をナマスのように切り刻みやがって。おう、おめえはな、医者なんて面じゃねえ。恐ろしい恩義が出たい。100両なら安い。よく話してくれたな。なんだと？しかし訴えもせず闇に葬ろうとした根性が許せん。何言ってるんだい。女を闇に葬ったのはてめえたちじゃねえかい。あ、じゃあこいつは医者じゃねえよおい。なんだって女よ。こいだ。なんだよ。しっかりして。お殿様。おお、そべ。どうだ、分かったか。しっかりおしよう。待ってくれよ。水一杯。大丈夫。道中かけっぱなしだったろ。姉さんの足の速いの速くなってもうほら死にそうだったよ。どうぞ。はい。
から姉さんと二人でこれだと思うとか全部探し合ったんだがんすがね。何しろおしずさんは身持ちの家庭娘で浮いた噂はこれっぱっちも出てこねえ。そこであっしゃ加賀屋の手代を影呼んで半分脅しで口を荒らしたんだがんすがね。その手代が掛け取りの代わり深川の菊亭というお茶屋におしずさんが若い侍と一緒に入っていくところを見かけたんだそうです。一体誰だとお思いでござんす。あっしゃ驚きましたね。伊関の若様だって言うじゃござんせんか。何？そこで早速姉さんと菊亭飛び女中のやつから聞き出そうとしたんでござんすが、知らねえ知らねえの言ってんぼり。ところが心づけを握らしたら、そうガラッと態度が変わって喋ったの喋らねえのって。おしずさんは宿下がりのたんびに新之助様と菊亭で会ってたんだそうです。ところがその時女中が離れ酒を持っていきますと。何？上様が？そうか、上様が。それはめでたい話だ。上様のお目に留まるなど女冥利に尽きるではないか。本心でおっしゃるのですか？今日限り俺のことなどは忘れて。嫌でございます。どんなことがあってもしずは決してあなたのそばから。もう言うな。新之助様、分かってくれ。しずはもうただの体では。身ごもったようでございます。まことかそれは。誰かに話したか。医者には見てもらったのか。いいえ。とにかく確かめねばならん。と言ってうっかり医者に。世間に漏れてお上の耳にでも達してみろ。えらいことになる。ありのままを上様にお話しするより他に。バカな。そのようなことをしたらどのようなお咎めを。ではどうせよとおっしゃるのです。このような体で上様のおそばへ行けとでも。待て。いっそ父上に何もかも話そう。もはや隠しているわけにはいかん。でも心配するな。父もあれでなかなかの苦労人だ。きっといいように取り計らってくれると思う。そうしような。伊関親子に的を絞らねばならんか。おお、来たか。どうした？顔色が悪いぞ。このようなものが門内。誰か投げ込んでいったものと見えます。父上、そこに書かれてあることはまことなのですか？父上、そなたはつまらぬことに気を使わんでもよいわ。いいえ、これだけは言わせてもらいます。父上に相談したのが私の誤りでした。身ごもっているしずを父上はむごい。黙れ。これも皆家のため、そなたのためだ。私のため？考えてもみろ。大奥は男子禁制。しかも上様のお目に留まった腰元をはらませたのだぞ。もしこれが知れたら一家は断絶切腹者じゃ。災いの種をまいておきながらわしの処置を云々するなぞ呆れ返って物が言えぬわ。父上、うるさい。下がっておれ。
茨城、お主が打ち漏らした例のヤクザ者からだ。今夜我孫子神社の絵馬堂に千両を持ってこいと。千両？さもない時はおしず殺しの一件を代官所に訴えるとな。しかし千両とは法外な。さよう。ゆすりの金が千両とはだいぶ足元を見られたな。後部。安心しろ。ゆすりを働くような不心得者は俺の方で捕まえておいた。ただし盗人にも三分の利とやら奉行たる者その言い分も聞いてやらねばならんでな。おしずさんって娘さんを殺したのはその侍だぜ。間違いないな。井関家用に茨城つねえもん。その方加賀屋の娘しず並びに籠屋二人医者の玄斎ことごとくその方の手で殺害いたしたのであろう。どうじゃ。誰に頼まれてやったんだ。主人の井関か、それともせがれの新之助か。おい、どちらだい。おめえも日本差しの端くれならあじゃあにはだけははっきりしろよ。どうしても決着をつけてってのかい。仕方がねえ。相手になってやろう。ぜひこうなるまでになぜ俺に一言恨んでいでき。三河以来続いた家を俺の代で潰すことは何とも忍びなかった。俺はただそれだけに夢中になって。
奥に5番片付けてくれ。はい。ねえお殿様、もしも将軍様はですよ、お千津さんさえ見初めなかったら今度のような事件が起きなかったかもしれませんよね。考えてみると将軍様も罪作りな。たっつぁん、言葉が過ぎますよ。よいよい。